はい、宇宙でございます。はい、ガイア。前回は、64の音色と、大体のガイアとは何ぞやというところをね、紹介しましたけど、今回はですね、よりちょっと、中身に入っていこうかなと思いますね。アナログシンセサイザーとしての仕組みは完全にガイアはもう完璧に踏襲しているので、これを理解するとですね、もう本当に面白いです。特に重要なのはこの黄色い枠のところ、この3つ、オシレーター、フィルター、アンプ。これはね、シンセサイザーにおける三大要素と言われている場所で、特にこのオシレーターは音を作るところ、音の源のところ、音の源泉というか源、音そのものの源で、フィルターというのはそのオシレーターにある音をフィルターというところで音色の加工をします。音色の加工で、アンプ、このアンプというのは音量という意味ですけど、音量の制御をします。で、信号はこのオシレーターから流れて、それをフィルターで音色調整してアンプで最終的に音量の調節をするというふうに、こっちからこっちに流れてるという感じに覚えてください。さらに LFO といって、 LFO というのはローフレキュエンシーオシレーターの頭文字を取って LFO と言ってますけど、非常に低い音、低い周波数の音っていうのは実は音の揺れになるんですね。でそれを使っていろんなことができます。まずはこの黄色いところ、オシレーター、フィルター、アンプのところに行ってみますね。でまずね、ちょっとこの音聞いてもらいましょう。これオシレーターそのものの音ですね。でオシレーターにはどういう種類があるかというと、ここカメラさん分かりますかね。ここにウェーブってありますけど、ここにねいろんな波形が入ってます。今一番上にあるのがノコギリ波といって、このノコギリ波の音色がこういう音色。専門的に言うと音には倍音っていうのがあってね、気温、1次倍音、2次倍音、3次倍音、こういろいろあるんだけども、それが平均的に全て入ってるっていうのが、含んでるっていうのがノコギリ波ですね。次これポンと押すと下に行きました。今度四角っぽいとこ行きましたけど、これがね区形波と言いまして、区形波、こういう音がします。生楽器に例えるとしたらクラリネット系かなクラリネット系、というように、これね実は倍音でいうと、さっきのノコギリ波は、で全部の倍音を含んでるんだけど、この区形波に関しては奇数倍音、13579ね、この奇数の倍音を含んでるのが区形波で、それが、この、四角になってるんですけど、四角の幅がね5050という5050で、次にその下がね同じ区形波なんだけど、この幅をね動かすことができるんですよ。これをパルスワイズって言うんですけど、こういう音がします。でそのパルスワイズのその幅を決めるのはね、ここのつまみなんですね。わかるかな。ここちょっと動かしてみますね。上に行けば行くほど狭まってくるんだよね、この片方側がね。というふうになってます。でさらにもう、このウェーブをちょっと見てみましょう。三角波、三角形がこうにね連続している波形、こういう波形です。割とアナログではねこういった音は非常に重要なんですよ。その次サイン波、サイン波っていうのは、ね、非常に滑らかなこの、ね、曲線を描くサイン波。時報なんかのこのはね、サイン波を使ってますね。サイン波、サイン波っていうのは倍音を全く含まない音、これをサイン波と言いますね。ノイズ、まさにノイズですね。ノイズっていうのは全部の音程が、組み合わさって音になると
全てノイズになるんですけど、ノイズでしょ。で次にスーパーソー。スーパーソーというのはこういう音です。非常に分厚い音が出ますけど、一番上にあるノコギリ刃、これをね、いくつか重ねて作った加工した音なんですよ、スーパーソー。これ本来はいくつものノコギリ刃を重ねないとできないのが、これ1個でできちゃうというね、やつですね。でちょっとノコギリ刃のことしますね。さらにね、このガイアのすごいところは、このウェーブで変えましたけど、さらにこの下にバリエーションのボタンがあるのよ。バリエーションで例えばノコギリ刃に固定しておいて、バリエーションを押していきます。押します。赤くなりましたね。もう一回押します。青くなりましたね。消えましたね。変わったの分かります？もう一回やってみますね。変わるでしょ？分かるでしょ？じゃあ今度区形波でやってみましょうか。ね、微妙に変わりますね。というようにね、ただここにあるだけじゃなくて、波形があるだけじゃなくて、さらにバリエーションが3つそれぞれの波形につきついてます。というところが、この今紹介した波形がこの音の源、ガイアの音の源です。でそれをノコギリ刃にしておきますね。普通の状態のノコギリ刃にしておきましょう。でここでピッチ、このように半音段階で、音程を変えることができます。今ずっと同じ鍵盤をしてますからね。でそこに次、この右側にはディチューンというのがあります。ディチューンというのは微調整、微調整ね。で決められた音程に対して微妙にこうチューニングを変える、それをディチューンと呼びます。いいですね。まずこんな感じで、まずこの、上の段を紹介しました。さらに今度じゃあフィルターのちょっと上の段いってみましょう。フィルターは音を加工すると言いましたね、私ね。フィルターというのは、ちょっとフィルターのこのカットオフっていうのがあるので、ちょっと動かしてみますね。ね、音色が硬かったり丸かったり、ね、今ノコギリ刃を選んでいるにもかかわらず音色が硬くなったり丸くなったりします。これ何が起こっているかというと、非常に重要ですよ。ここね、非常に重要です。フィルターというのはほらコーヒーのフィルターと一緒で、こすという意味なんですね。こすね、フィルターで何をこうこすかというと、さっき言った倍音、これが重要なんですね。倍音を削っていきます。だからこの今動かしてる私、カットオフっていう名前がついてるつまみを動かしてますけど、カットオフって削るっていう意味なんで、で、高い方の周波数を、構成している倍音を削っていくことで音色が丸くなっていくわけ。倍音は含めば含むほど、高い方の倍音を含めば含むほど音色が硬く聞こえます、ね、それを削ってる。でその削るやり方、削り方にもいろんな種類があって、これも重要ですね。フィルターにここにモードっていうのがあるんです。こう赤いランプがついてますけど、今 LPF、 これねローパスフィルター、ローパスフィルター、すなわち低い方を通すフィルター、すなわち低い方を何も変えずに上の方の倍音を削っていく。ローはそのままパスしてるっていうね、それがローパスフィルター LPF です。で次ハイパスフィルター、これがね不思議で、今度は高い方をパスして下を削っていくという、これは面白いですね。ハイパスフィルターで、次 BPF、 ごめんなさい、 BPF バンドパスフィルター。